風車、小川未明。駅の前に大きな広場がありました。そこに2人の女の人がいました。1人は年を取った女の人でした。もう1人は若い女の人でした。若い女の人は赤ちゃんをおんぶしていました。2人は新聞を売っていました。朝は電車に乗る人がたくさんいます。電車から降りる人もたくさんいます。だから新聞がよく売れました。でもお昼が近くなると新聞はあまり売れませんでした。冬の太陽が広場を明るくしました。風が吹いて紙くずが飛んでいきました。2人はぼんやりと前を見ていました。向こうの方に中華料理の店がありました。そのドアが開いたり閉まったりしていました。ピンクの服の女の人と黒い服の男の人が歩いてきました。その2人は手をつないで店に入りました。いつの間にか時間が経ちました。年を取った女の人はその2人が店から出てくるのを見ました。うちの息子はまだこんな立派な店を知らないだろうと思いました。彼女は少し嬉しく、また少し寂しく思いました。彼女は昨日の夜のことを思い出していました。昨日の夜、彼女の息子は工場から帰ってきました。そしてポケットからお金を出しました。そして母親に渡しました。息子は、お母さん、お正月だから映画を見に行ってきて、と言いました。年を取った女の人は息子の手を見ました。そして息子がまだ小さかった時のことを思い出しました。その手は丸くて可愛かったです。今はこの手が家族を支えているんだな。年を取った女の人はそう思って泣きました。広場から遠くの工場の煙突が見えました。その煙突から
白い煙が出ていました。年を取った女の人はそれを見ました。今ごろ息子は働いているだろうと思いました。そして隣の若い女の人に、ご主人は元気と聞きました。赤ちゃんのお父さんは病気で寝ていました。次の日、年を取った女の人はデパートに行きました。そこで高い着物が売られていました。帯の布は3万円でした。着物は2万円でした。彼女はそれを見て思いました。誰がこれを買うのだろう。私も隣の若い女の人も一生買えない。そう思うと寂しくなりました。そしてデパートのおもちゃ売り場へ行きました。彼女は昨日の夜、息子がくれた映画のお金を出しました。そして赤い風車を買いました。隣の女の人の赤ちゃんが喜ぶだろうと思ったからです。彼女はその赤い風車を大事に持って外へ出ました。外は冷たい風が吹いて、風車がくるくると回りました。